BTS の脳セク男と言われている RM。脳セク男とは、脳がセクシーな男を略した言葉です。過去には、韓国を代表する知的な男性たちが、様々な問題に挑戦して討論を繰り広げるバラエティ番組、脳セク時代に出演していたことも、脳セク男は、ただ、単に頭脳明晰なだけではなく、自分の考えを持っていて、なおかつユーモアがある男性のことを指します。そして、話術に長けているところもポイントです。RM は言葉選びが秀逸で、質問に対する切り返し方がとても上手だと思います。今回は、知るとスカッとするような RM のスマートな対応をいくつかまとめましたので、ぜひご覧ください。ビルボードの1位は操作で達成したという意見はどう思う？の返答。2021年5月21日にデジタルシングルとしてリリースされたバターは、ビルボードのシングル人気チャートビルボードホット100で何度も1位を獲得しました。同年7月9日リリースのパーミッション2ダンスと合わせて合計10週連続でビルボードホット100のトップに君臨し続けたのです。素晴らしい記録ですよね。しかし、ビルボードはこのことについてインタビューで彼らに失礼な発言をしました。一部の人たちが BTS が1位を達成できたのはアーミーがチャートを操作したからと話していることをメンバーたちに伝えてきたのです。そもそもビルボードホット100のランキングはどのようにして決まるのでしょうか。チャートの順位はラジオで放送された回数、楽曲の売り上げ、ストリーミングデータを元にして決まります。ビルボードではユーザーは週に一定数の曲を購入することができ、その上限を超えるとどれだけ購入したとしても、売上の合計には含まれません。他のアーティストの曲は、ストリーミングがチャートに大きな影響を与えているそうですが、BTS は主に売上によって推し進められています。バターのデジタルシングルは、ホッター、リミックスなど複数のリミックスバージョンがあり、フィジカルシングルは2種類の販売があるため、ユーザーはいろいろな種類のバターを購入することが可能です。リミックスバージョンを購入した場合も、すべてバターの売り上げに合算されます。これを受け、ビルボードは BTS とのインタビューで、アーミーの代表として活動するファンが、チャートに大きく影響を与える日を狙って、特定のシングルを支援しようと呼びかけていると発言。また、オリビア・ロドリゴやデュア・リパのファンたちが、アーミーの行動は不正行為に似ている詐欺的なやり方、アーミーはチャート操作に関わっているなどと話していることを彼らに伝えました。BTS は他のアーティストと比べて、ストリーミングやラジオでの放送回数が少ないにもかかわらず、チャートのトップの座に上り詰めたと話すビルボードに対し、アーミーの行動がチャートに影響を及ぼすことを認めた上で、RM ははっきりとこう答えます。ビルボードの1位であることが何を表すのかについて、もし社内で話し合いがあるのなら、ランキングのルールを変更して、ストリーミングに重きを置くようにするのはビルボード次第です。物理的な CD の売り上げとダウンロード数で1位を獲得したが、そのことで僕たちやファンを非難するのは正しいことかどうかわかりません。僕たちはボーイバンドであり、K-POP アーティストであり、ファンの忠誠心が強いからこそ、非難や攻撃をするのに、ちょうどいい標的になっているような気がしますと返答しました。RM の言う通り、売り上げをランキングに取り入れているのはビルボードであって、BTS やアーミーが悪いことをしているわけではありません。そのことで彼らを責めるような発言をするのはお門違いですよね。きっぱりと言い返す RM がかっこいいです。2022年冬のオリンピックショートトラックの選手をねぎらい応援。2022年2月7日、北京冬季オリンピックの男子ショートトラック 1000m 準決勝で、ゴールラインをトップで通過したファンデホン選手が、試合後に
不可解な判定を受けて失格になるという出来事がありました。きっと RM は自国の選手を励まそうとしたのでしょう。拍手とサムズアップの絵文字を添え、中国の選手たちを追い越すファンデホン選手の映像を自身のインスタグラムのストーリーに投稿しました。オリンピックで自国選手を応援するのは普通のことですよね。けれど、一部の人たちは、この投稿に気分を害したようです。メンバーたちの個人インスタグラムアカウントはコメントが制限されているので、BTS の公式インスタグラムのコメント欄に、オートの絵文字などが殺到。中国人ネットユーザーたちが次々と悪意のあるコメントを書き込みます。これに対し、世界中のアーミーが紫色のハートの絵文字を投稿して応戦。コメント欄はハートの絵文字で埋め尽くされ、大きな愛で RM とファンデホン選手を守ったのです。その後、ファンデホン選手は男子ショートトラック 1500m 決勝で見事金メダルを獲得します。RM は悪質なネットユーザーに屈することなく、リスペクトとコメントを添えて、選手を称えるメッセージを再びストーリーに投稿しました。RM の真の強さを感じますね。後に、ファンデホン選手は、韓国のバラエティ番組ラジオスターに出演した際、自分のことを支えてくれた RM とアーミーへ向けて感謝の気持ちを伝えていました。別の日のストーリーでは、ショートトラック韓国代表のクワク・ユンギ選手へ宛てたメッセージが話題に、ユンギさんのダイナマイトしっかり見ましたという文章とともに、表彰台の上でダイナマイトのダンスを披露しているクワク・ユンギ選手の映像を投稿。さらに続けて、シュガの写真を投稿し、そこには、僕たちのユンギヒョンもよろしくお願いしますと書き込んでいました。シュガのことをちゃっかりアピールする RM が可愛いですね。ユーモアのある投稿に頬が緩みます。韓国を代表するアーティストとスポーツ選手のやりとりは、多くの人々を喜ばせました。ジャスティン・ビーバーとコラボするのは夢ですか？の返答。2021年4月2日、BTS が所属するレーベルビッグヒットミュージックを抱えるハイブは、ジャスティン・ビーバーらが所属するイサカホールディングスを買収すると発表。これにより、BTS とジャスティン・ビーバーは同じ会社の仲間に。そんな中、アメリカのラジオ番組ザック・サング・ショウに BTS が出演。2021年5月22日、ザック・サング・ショウの公式 YouTube チャンネルにてインタビュー動画が公開されました。バターを使用した好きな食べ物はある？や、音楽を制作していく中で好きな家庭は？など、彼らは様々な質問に答えていきます。最近よく聴いている曲はある？という質問に RM はビーチズと答えました。これはジャスティン・ビーバーの楽曲です。この回答を聞いたラジオホストがジャスティン・ビーバーとコラボする噂があったみたいだけど、それは夢？それとももうすぐ発表がある？と問いかけます。おそらく悪気はないのでしょうが、なんだかもやっとする聞き方ですね。RM はこの問いかけに対し、夢ではないです。僕たちは同じ会社の友達なので夢ではないですが、今はまだ実現していないですね。ジャスティン、もしこれを見ていたら電話して。それか韓国に来てね、と述べました。RM のはっきりとした物言いに気が晴れた方も多いのではないでしょうか。最後に、アップルズを作りましょうと話し、コメントを締めくくりました。ジャスティン・ビーバーの曲名にちなんで、アップルズと発言するところに、RM のセンスを感じます。ユーモアにあふれた返し方だなと思いました。ちなみに、最近、再び、コラボの噂が流れていることをご存知でしょうか。きっかけは、RM とジャスティン・ビーバーのインスタにあります。2021年5月2日にジャスティン・ビーバーが投稿した写真と、5月12日に RM が投稿した写真がそっくりなのです。コラボの匂わせでは？と、ファンの間で囁かれていますが、
真実はいかに？もしコラボが本当なら楽しみですね。女性嫌悪に対して批判を受けた時は素直に謝罪。BTS は2015年末から2016年にかけ、とある楽曲の歌詞が女性嫌悪及び女性蔑視ではないかと指摘を受けていました。今更蒸し返すのもあれですが、楽曲は次の通りです。RM のミックステープの楽曲ジョーク、BTS の楽曲ミス・ライト、ホルモン戦争、コンバースハイ、クッチューターンオフユアセルフォン骨の5曲になります。ジョークの歌詞で問題となった箇所はこちらです。そう、お前は最高の女、パワハラ。そう、やたらうまいなパワハラ。あ、よく考えたら神だった時期ないね。まあ、それは置いといて慕うことにするよ最近。イムジル、性病の一種である淋病のこと。カプチルとイムジルをかけた言葉遊びですが、どうやら淋病を意味する単語を使用したことが適切ではなかったようですね。その他、ホルモン戦争では、女は最高の贈り物だ、贈り物だ。クッチューターンオフユアセルフォン骨では、食事を目で食べるのか、女子みたいに、などの部分が問題視されました。所属事務所と BTS のメンバーは、長い時間をかけて悩み、改めて検討した結果、問題となった歌詞の内容が、多くの人々を不快にさせる可能性があることを認め、2016年7月6日に謝罪文を正式に発表。謝罪するまで時間はかかったようですが、しっかりと自分たちの非を認めて、心からのお詫びの言葉を述べていました。この出来事から約5年後の2021年9月24日、現地時間、BTS はムン・ジェイン大統領当時と共に、アメリカを代表する深夜の報道番組ナイトラインに出演。番組の総合司会者の女性から多くの女性ファンを持つグループの立場として女性教育と男女平等に対する努力について問いかけられるシーンがありました。RM は神妙な面持ちで司会者の話に耳を傾け、僕は2015年と2016年に女性嫌悪について多くの批判を受けました。女性学の教授に歌詞を確かめてもらったりもしましたと答えます。この時の経験は RM が男女平等について深く考えるきっかけになったようです。続けて RM はこのテーマに関心を持って学び、改善できるように最善を尽くしたいと思います。これが今の僕の視点ですと心の内を明かしました。誰にだって間違いや失敗はあります。過去の過ちを繰り返さないように真摯な態度で学び続けていることはとても好ましい行動だと思いました。失敗を次に生かすことが大切ですよね。まとめ。今回は RM の上手な質問の返し方やイケメンな対応をまとめました。きちんと言い返す必要がある場面では臆することなくバシッと答える RM がかっこいいです。失礼な質問に対してユーモアを交えながら返答するところや過去の過ちを認めて素直に反省の言葉を述べているところに人間性の高さを感じます。これからも RM のウィットに富んだ切り返しや対応を見るのが楽しみです。